ルール無用 JCJC タイムアタック最大の見どころといえば、レーンチェンジ。ここをどう突破するかのアイディアとロマンの発表会、的な部分がこの競技の魅力だと思う。ジャンプが見どころの競技があっても良いのでは？というわけで JCJC のオーバーブリッジを外して、ブリッジなし JCJC、完成だ。これを半時計回りに3周してタイムを計測する。ちなみにこのジャンプ台、通称、LC ジャンプと呼ばれていて、タミヤ主催の大会にも登場する正式なセクションなのである。早速走らせてみよう。参考としてノーマルのトライだが X でトライ。スイッチオン。ゴー。まずはこのマシンの記録をこれは、ひっくり返ってしまった。スローで確認。飛距離が足りずフェンス上にワンバウンド。横向きのまま着地して、遠心力を利用した見事な壁走り。さすがトライだが、一発目から綺麗に決めてくれた。ただし最後は逆さまになってしまいリタイア。新しい電池でリトライ。ゴー。どうだ？おお、クリアしたぞ。今のは危なかった。よし。タイムは 7.50 秒。これが基準タイムとなー。スローで見ると、1回目は右のリアタイヤをフェンスに当てつつ、コース内に着地。編集していて気がついたけど、壁面にゴムローラーの跡が。2回目は右フロントが壁上にヒット。と派手に回転したけど勢いで修正。3回目は壁上に接触するも、ゴムローラーの跡を残しつつ通過。ちなみにゴール後の5周目は、右リアが壁上に当たり横転。さて、古いノーマルミニ四駆のタイムが出たところで、これまでに開発したマシンを振り返ってみよう。ジャンプが得意そうなマシンがいくつかあるけど、一番取り出しやすい位置にあったこいつ、ビートマグナム G で挑戦してみる。このマシンはサスペンションが搭載されているので、ジャンプ後の着地で進化を発揮するはず。ただしこのセッティングはダート用なので、一旦分解。カウンターギアを交換して、ギア比を 9.8 対1から 7.3 対1に変更。アッセンブル。これにボディをつければ、ジャンプ特化型マシン、ビートマグナム J、完成だ。J はモロチン、ジャンプの J。ギア比以外の変更点は、1、タイヤ。スパイクはロスが多そうなのでバレルタイプに変更。2、ローラー。ゴムリングは引っかかりそうなので低摩擦タイプに変更。ちなみに重量は 174.27g。ノーマルミニ四駆に比べるとかなりの重量級。早速走らせてみよう。スイッチオン。ゴー。ちょっと速度が足りなー。ダメだった。スローで見るまでもないけど確認。シンプルに遅すぎて対岸に届かなかった。そして WRC 張りの見事な横転。7.3 対1は普通のミニ四駆に比べたらかなりローギア。しかしこれ以上速度重視のギアは搭載できない。ので、ハイパーダッシュモーター。ギア比が変えられないならモーターを変えればいいじゃない。全く見えないけどモーターを乾燥してある。スイッチオン。ゴー。早い。はう。弾かれて戻ってきたー。吹っ飛んでしまった。映像を見返してみると、ジャンプ直前に左側に弾かれて、その反動で右側に飛んで壁上に着地。2回目もほぼ同じ動きになっている。あ、襖が。原因はこの触覚。オフロード対策でしなる設計にしたのだけど、減衰がほとんどないのでコーナー出口で跳ね返ってしまう。このままでは高確率でコースアウトしてしまうので、ストッパーをつけてみた。可動域が極端に少なくなったので、反発による左右のブレが少なくなるはず。果たして完走できるのか。ちなみに先ほどの教訓から襖ガードを設置した。スイッチオン。ゴー。よし。2回目。3回目。タイムは 5.13 秒。なかなかの襖ガードがない方に突っ込んでしまった。スローで確認。
1回目は左側の壁に乗り上げつつクリア。2回目もほとんど同じ動き。3回目もほぼ一緒だけど、ジャンプ後のコーナーでアウトリフトしている。ゴール後の5回目は、アウトリフトに耐えきれずコースアウト。すべてテーマ札ローラーは厳しいか？そしてよく見ると着地で結構跳ねているような。今回はジャンプが見どころのタイムアタックを実施。オフロード用のマシンを改造して挑戦してみたけど、現時点では参戦者がいないので、この記録がどの程度なのか今の私にはよくわからない。ルール無用は大前提として、個人的にはタイム計測だけの動画より、アイディアや改造の発表会的な動画が好きなので、その手の参戦が増えたらいいなと思う。それとルール無用 JCJC タイムアタックの方も、やりたいことがまだまだあるので、そちらも並行して開発を進めたい。おまけ。マシンの跳ね具合を比較してみる。ノーマルの方が跳ねない。まあ落ち方によってはノーマルの方が跳ねるけど、サスペンションはただ稼働させるだけじゃなくて、反発や減衰等を考慮して設計する必要がありそう。